こんにちは。当チャンネルでは主にホラー、SF、ファンタジーに関する映画や書籍などを紹介します。今回ご紹介するのはロックンロールウルトラバイオレンスダイナマイトヘビーメタルスーパームービーという強烈なキャッチコピー通りの映画狂い咲きサンダーロードです。本作は架空の街サンダーロードを舞台に暴走族や政治団体の抗争、そして主人公であるジンのロックな生き様を描いた作品です。本作は監督である石井壮吾が大学時代に自主制作した高校大パニックや突撃博多愚連隊に続いて手掛けた映画です。本作は大学の卒業制作として企画された作品ですが、1980年に東映セントラルフィルムの配給で劇場公開もされました。今回オリジナルネガリマスター版が上映されましたので、シネマート新宿にて鑑賞しました。監督は本作をはじめ爆裂都市や逆噴射家族などカルト的人気を誇る作品を多く世に送り出しています。近年でも自分革命映画闘争や箱男なども手掛けています。本作のあらすじを簡単に紹介します。舞台となるのは近未来の日本にある幻の町サンダーロード。ある日、町に存在する複数の暴走族グループのリーダーが集まり幹部会議が開かれます。その会議で各グループを解散し暴走族連合に統合することが決まります。警察の取り締まりが強化されることから、今後はグループ同士の抗争は避け平和的に暴走族を続けようというわけです。しかし突然マスクをかぶった集団が会議を襲撃し乱闘騒ぎとなります。襲撃したのは暴走族グループ幻の特攻隊長であるジン、そしてジンが率いる幻の特攻隊でした。ジンは警察にビビることなく最後まで突っ張り通す道を選びます。ジンと特攻隊はその後も無軌道な暴走行為を続けます。しかし幹部会議を襲撃したことで暴走族連合から恨みを買っていたため、ついに特攻隊の構成員であるユキオが拉致されてしまいます。ユキオを取り戻すためジンは特攻隊のエイジ、チュウと共に連合に挑みますが、数十人体制で向かってくる連合にはさすがに勝てず、乱闘の中でユキオも死亡してしまいます。右翼団体国防挺身隊の仲裁で乱闘は収まりますが、その代わりにジンたちは団体に入団することになります。しかしジンは団体には馴染めず自主的に脱退。ジンを追ってエイジ、チュウも脱退し、3人は無軌道な生活を再開します。暴走族連合が彼らに手を出さなかったのは、団体がジンたちの面倒を見るという約束があったからでした。約束を反故にされた連合は団体に詰め寄ります。これを受け団体はジンたちに奇襲部隊を差し向けます。襲撃を受けたジンは右手首と右足首を切断され、バイクに乗れない体になります。同じく襲撃を受けたエイジは植物人間状態になってしまいます。ジンは生き残ったチュウからも見捨てられ、薬を決めるなどすさんだ生活を送るようになります。そんなある日、街をさまよっていたジンは偶然迷い込んだスラムにて売人の少年と出会います。何が欲しいかと問う少年に、殺したい奴がいると即答するジン。少年を通じて戦闘用スーツと銃を調達したジンは暴走族連合と国防挺身隊との最終決戦に臨むのでした。ここからは映画の感想となります。シネマート新宿で鑑賞しましたが、自分が見た回は劇場が満席となるほどの人気ぶりでした。自分はこれまでにも当劇場には何回か通っていますが、満席になっている光景は初めて見ました。本作は制作陣の熱量の高さが画面から伝わってくるような映画でした。映画冒頭、山の斜面に横たわるバイクを映すシーンからすでにただならぬ雰囲気を感じました。
そして場面が切り替わり、鳴り響くバイクのエンジン音、コンビナートの風景、爆走する不良たち、ネオンサインのように表示される映画タイトル。この一連のシーケンスですっかり心をつかまれました。本作のストーリーそのものはシンプルで、暴走族の青年が組織や社会に徹底的に反抗し、やがて孤立、そして最後に鬱憤を爆発させるというものです。映画パンフレットのインタビューによれば、石井監督は最終決戦におけるジンの戦闘スーツ姿について、タクシードライバーやローリングサンダーの影響を受けているとのことでした。鬱屈していた男が最後に怒りを爆発させるという点で、ストーリー的にもポール・シュレイダーと通ずるところがあるのかなと思いました。前編を通して流れ続けるロック音楽の数々についても、各シーンにおける登場人物の心情などを表すような選曲で見事だと思いました。スピード感のある映像編集と相まって、バイオレンスな映画でありながらミュージックビデオのようなおしゃれな感じがあります。劇中でまるでサイレント映画のような感じで、登場人物の音声はなく、セリフの文字だけが画面に表示されるという演出のシーンがありました。キアヌ・リーブス主演のジョン・ウィックシリーズでも似たような演出があり、おしゃれな演出だと思った記憶がありますが、40年以上前の日本映画ですでにやっていたとは驚きました。本作が持つ熱量について、本作とは全く関係がありませんが、インド映画の RRR を思い出しました。あの映画と同じような熱さというかエネルギーが本作にはありました。撮影当時、石井監督は20代前半でしたが、それでも撮影現場では一番年長だったといいます。監督だけでなく、撮影スタッフや俳優も含めて全員が若手世代だったからこそ、普通の映画では出せないある種の熱狂的な雰囲気が出せたのだと思います。何よりも印象に残ったのは山田達夫演じる特攻隊長の陣です。あまりにも衝動的、反抗的な性格でありながら、一貫して突っ張り通す姿勢にはどこか純粋なものを感じます。劇中での行動を客観的に見ると、自分の行いを反省することなく暴走を続け、挙句の果てに暴走族や右翼団体の構成員を数十人も殺害するというとんでもないことをしでかしています。しかし最終決戦のシーンでは、ジンは容赦なく銃をぶっ放して怒りを解放してくれるので、見ている側としてもカタルシスがあります。映画ラストでジンが見せる笑顔には感動すら覚えました。ハードコアな映画ですが、終わってみるととても爽やかな気分になれました。今回の動画は以上となります。本作はとにかくエネルギッシュで熱量のある映画です。主人公であるジンのノンストップで太く短く生きる姿にはすがすがしい気分になれます。見てよかったと素直に思った映画でした。本作に興味が湧いた方はぜひご鑑賞されることをお勧めします。当チャンネルでは今後もホラー、SF、ファンタジー関連の映画や書籍を紹介していきます。概要欄に参考文献のリンクを掲載しておりますので、よければそちらもご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。